皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修一です。今回はですね、将棋を指しました対局の解説編になります。戦型がですね、相手の方の先手番藤井システムですね、四間飛車の藤井システム対飛車穴熊のねシフトですねに対して、私が後手番でね、ちょっと工夫をしながら穴熊に組んでいきました。序中盤をね中心に大盤でゆっくりね解説していきますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね大盤で早速ね振り返っていきたいと思います。特にね序盤から中盤にかけてを中心にやっていきたいと思います。今回、私は後手番ですね。相手の方先手で、7六歩8四歩、前後逆ですけどね、特に先手番の藤井システムのね、定石を見ていただくようなイメージでね見ていただければなと思います。で、6六歩3四歩に6八飛車とね、これで四間飛車が先手の四間飛車、後手が居飛車が確定しました。で6二銀、ここでね王様4八玉とか早めに囲っていけば通常の四間飛車というかねオーソドックスな四間飛車、これも一局なんですけれども、本局は1六歩とね王様を動かさずに早めに端歩を突くというのが、藤井システムの大きな特徴であります。もちろんこれはですね後手側の居飛車側の指し方によって方針を変えていくということでして、例えば1六歩に対して端歩を受けてね、この後急戦を攻める場合には王様を移動してきます、囲いますと、ね、もし急戦で来るんだったら王様囲います。ただ本局のように1六歩に対して私の方は4二玉とね上がったんですけど、これに対しては1五歩ともう早々にね端の位を取ってしまって、3二玉と、私の方はね端の歩をね受けるのはもちろん一局なんですが、王様を動かしてこれは端歩を受けないことによってね居飛車穴熊を目指すような駒組みなんですね。で急戦策に対してそして端を受けて急戦をしてくる時には王様を囲うんですが、このように端を受けずに穴熊を目指してきた時に王様を動かすんではなくて、ここで3八銀とこの構えですよね。この構えが藤井システムの出だしになるわけですね。二段構えですよね。要するに端歩を突いてね、ご機嫌伺いですが端歩を突いてどうしますかと、受けて急戦をしてくるんだったら私は美濃囲いに囲って戦います。受けないで穴熊を目指してきた場合には王様を動かす手を省いて居飛車穴熊に襲いかかりますというね構え考え方が藤井システムのね大まかな基本の、作戦の軸となるわけですね。でこうなるとね、私もこの3八銀を見て居飛車側もね、もちろん強気にねどんどん3三角が囲っていく手もあるんですけど、3三角と囲いますね。一例ですとね銀を上がって一例です。もう一直線に穴熊に組んだ場合どうなるかですね。銀が出てってあくまでイメージですけどこういうイメージですね。王様は居玉のままどんどん襲いかかると。で場合によってはこの桂も1七桂から2五桂とねいう感じでイメージも王様を囲うとかえって攻撃の方に近づいちゃうから、むしろ居玉でね囲わずにどんどん襲いかかっちゃうよっていうのが例ですね。手数的にはこれでこの手数が合うとこなんですけど、この後ね飛車と角の頭の歩を狙われてやはり穴熊に組むまでにかなり先手後手がね苦労する感じ。もちろんこれでね一歩取らせて戦うような指し方もあるんですけど、これはこれで居飛車側としては気になる変化ですね。でいろいろこの藤井システムに対しては後手もね対策がいろいろあります。現在はね居飛車フリーシステムで出てからも大流行してからもうかなり年月が経ちまして、後手の方もね対策もあるので本局はねその対策の一つを出しました。5四歩とまず5四歩とこれ自体は自然な手ですね。5四歩に対して、7八銀とで5二金右に7七角とねあくまで王様を動かさずに攻めるよっていうイメージですね。で8五歩とつきまして、これで、5八金左とねこれ王様とか上がってくれるとねこれも普通の手なんですけど、上がれば穴熊にちょっと組みやすいんですね。やはりね一旦上がってくれれば5八金左はあくまで、王様を囲わずに襲いかかるぞという手ですよね。で、5三銀と上がりまして4六歩とそうですね。これでもう違和感があるのはこの王様だけですよね。この王様もし2八にいれば普通の四間飛車なんですけど、ここに王様がいるのが特徴で、ここでね次の手が私の工夫の手になります。一番自然な手は穴熊を目指すんだったら3三角ですね。3三角と上がれば3六歩とついて2二玉に3七桂というのが藤井システムの指し方で、次に4五桂の両取りがありますね。でこれを、4四歩と
受ければ例えば6五歩と突きまして1二香に、仮にですけどね2五桂というようなイメージですね。で角が出れば、4五歩、もちろん4七銀って一回貯めるのでこれは一番シンプルにやりました。こういった感じで角でズドンとね穴熊を狙うということですね。これは正面からね藤井システムに対して対抗する指し方なんですが、本局はここで私がね工夫の手を指します。3三角なら不自然なんですが、ここで5五角と、これがちょっと面白い手でねこの歩を狙ってるわけですね。もちろん何もしなければ取れますとね、取れますと。で5五角に対して実戦は、4七銀と受けたんですが、これで7四歩と突きましてこう歩を取りに行くんですけど、真の狙いは角の転換ですね。先ほどこちらに3三角と上がると桂馬で攻められてコビを狙われたので、早めに角をこっちに持ってっちゃおうってことですね。移動させちゃおうっていう指し方です。で、7四歩に対して、後手が、先手は4八玉と、そうですね、これ実はこの角を転換する手と次7五歩と攻める手とね2つあるんですね。例えばこれでさらに突っ張るってね、これ銀が出たりすると歩取られちゃうんで、さらに突っ張ると3六歩でさらに突くとこういう手がちょっと先手は怖いんですよね。同歩に6四銀と出て、すごい格好ですけどね後手がね。で例えば6五歩なら7七角成同銀7五銀といった感じでね、こうなるとね、急戦ができそうですよね。ですので7四歩に対しては玉は上がる。これは藤井システム側で覚えてほしいんですけど、以前の動画でも言ったと思うんですけど、こう7四歩と突かれたら角の頭を攻められるですがで4八玉と上がるっていうのは一つのセットなので、ぜひこれを覚えていただきたいですね。7四歩には4八玉と覚える。ただ4八玉と上がらせることで、先手の急戦策をさらに封じることができるということですね。で、4四歩と突きまして3六歩に9四歩と突きましてね、で、3七桂に4三金と。角が脱出したことによってかなりね受けやすくなってるのはなんとなくお分かりいただけるから、さらに角がこっちに選んでるの大きいですよね。角がこっちに選んでるのはで4三金に対して3八玉で2八玉2二玉とね、面白いですね。角がここにいるのとここに行くの違いだけなんですけれども、繰り返しになりますが角がここにいますとね桂馬を飛んでそうですね、こういう形で先ほど攻められたわけですよね。ただ角がもう脱出してるんでね、もちろん6五歩でしたら角交換しちゃえばいいですし、仮にこう角が追われてこういう格好になったとしても4五歩とね突きにくいんですよね。角がこう睨んでるんでね、それがこの戦型の後手の狙いなわけですね。実戦は、2二玉ですね4八金とね、これ工夫の手でしたね。玉を寄ってもなかなか美濃囲いにこの歩取られちゃうんでね、美濃囲いこうやると雁木みたいなね、木村美濃のような格好になるんですが、実戦4八金直とね上とね上がりまして、本局に見られるようにこれ地下鉄飛車の狙いでしたね4八金と。ただこれで1二香が上がってどうですかね、穴熊にこう無事に組めそうな感じになってきましたね。角がこう脱出する工夫がね生きて、で1二香に対して5六歩とついたんですけど7三角と引きまして、で6五歩とね、角がこう睨んでるんですが構わず1一玉と引いて、でこの瞬間だけちょっと怖いですけどね、この瞬間だけ角が切って怖いですが、仮に4五歩と来てね、これは取っちゃうと負けになっちゃうんですけど、4五歩と来ても2二銀と上がれば、6四四歩に同銀と取っておけばね、どうですか、ぴったりなんですよね。この歩は角ね飛車が効いてるからこうついてきても歩で取っても角で取って大丈夫ですし、仮に4五歩取ってきても銀をねまたどっちかこちらに下がっとくぐらいで、むしろこれ逆にね後手がこれ一歩持ってますが次手番が来るとこれが痛すぎますね。こう打たれたらね、こう打たれて銀を取られちゃうと。なのでもちろん4五歩とっても考えられるんですけども、2二銀と上がっていけば大丈夫だよということですね。ですので実戦は9六歩とね、これは9五角とね出てくるバラバラですけど、王様固まった後に9五角と角をぶつけてくる手があるので、9六歩と突いたんですが2二銀と上がりまして、で欲求飛車に3二金、これは金寄る手もあるところですね。どちらでもいいですけど、ここで穴熊が完成してね、これでね、一応序盤戦が終わったところなんですけども、ここまで組めればねどうでしょうか。藤井システムというのはね穴熊居飛車穴熊に組まれないように攻めていくっていうのが藤井システムの大きな特徴なんですけれども、この局面まで組めればね後手番ですしね、後手番で一手違うということはかなりそこに対するそこがね怖い受けにくかったりするんですが、
ここまで組めて、ね、特に大きな手損もなしに組めていますから、後手番の作戦としてはね、まずまずうまくいってるんではないかと。ですのでね、5五角と早めに出て、7三角と転換する指し方、ぜひね、ご覧さんも見ていただいてね、指していただければなと思います。はい、進みましてね、序盤のところが進みまして、これ中盤のね、いよいよ戦いが始まるというところです。序盤のところから先の形からね、先手は地下鉄飛車という形から端を攻める形を作って、私の方はね、松尾流穴熊という堅陣に組んでおります。実際ね、ここから戦いが始まるわけなんですけれども、こういったね、攻め出しの形っていうのは穴熊を刺される方は脅威ではあると思うんですが、単純なね、こう、端だけで攻められて潰れてしまうってことはあまりないです。例えばこの局面2五桂とね飛ぶと飛車桂香で端が攻めれるんですが、こういう手に対しては2四歩と突いて1三桂成に同銀とね銀で取るのが受けのコツでしてね、1四歩に2二銀と引きます。で打ち込む駒があるとねかなり気持ち悪いですけど、現状ね、歩は打てないですから、攻めていくとしたら1三歩成なんですが、同香と自然に取りまして、1四歩と打たれてね怖いんですが、同香と取った時に、1三歩と、自然な受けですよね。受けまして、で香車をね勢いと先手は同香成とくるんですが、同銀と取っておいて、これ後手ねちょっと怖いように見て後手の桂得なんですよね。桂得で、これをさらにね攻めて、これ次に1四歩と打たれちゃうと、ただのね桂損で終わってしまいますから、先手がさらに攻めるとなると、1八香という攻めになるんですが、1四歩と受けまして、勢い先手は同香とくるんですが、同銀と、取ってしまって、同飛車と。こうついに銀を取られてしまったんですが、勢いが良かったのはここまでですね。ここから後手は桂香香と思ってるんで、ここで1三香と。ここまでは先手にやりたい方でされましたけども、香車を持っていることで1三香と打ちます。飛車ね、同飛車成取っても同桂で、飛車はね1八飛車と打たれちゃうんでね、飛車は上げられないので2四飛車ですが、香車を持ってるんでね2三香と打てば結局飛車が捕獲できると。要するにこう端だけでね潰すというのは振り飛車側としても、ある程度手にはなるんですけどね、条件が必要なわけですよね。ですのでね、これはちょっとね、単純な穴熊に対しての端攻めに対してね、穴熊がどう対応すればいいのかという一つの例を皆様にお見せいたしました。ですので、ただの短期の経営では無理ということで、実際に4五歩と打つんですけど、これなかなかのね手でしたね。で同歩とね取ったんですが、これ同桂ですとね歩打たれて、ただの桂馬の損なんですが、こう開けておいて、実戦はここで7五歩と突いたんですけれども、こう開けておいて2五桂はね実は有力だったと思います。実は対局中にこの手をすごく私も気にしてましてね、2五桂とまたどうしようかなって言ったのはどういうことかと言いますと、これ先ほど2四歩との形なんですが、今度突きますと1三桂成で同銀とねさっき取りましたね。でこの時にこういう手があるんですね。この歩を突き捨てたことによって角で王手角取り、もう大技ですよね。でこれが後手としては気になるんですね。もちろんこう銀を引いて角取らして同飛車って指し方あるんですけど、これがちょっと気になるんでね、私の方が2五桂ともらったらどうしようかなって話をしてたんですね。この場合は先ほど最初に解説したように短期の端攻め、要するに端攻めだけではなくて先手の角も絡むので、狙いが複数絡んでくるとやっぱり攻めがね成立してくることがあるわけですね。ですので2五桂という手をね飛ばれるのを私はすごく気にしたんですけれども、2五桂に対してはね、これで後手が困っていることはなくて、5五歩という突くような手が手筋になるわけですね。これは、この角道を通してきたんでクッションを敷くわけですね。同歩でしたら2四歩と突けば銀が出る手が王手にならないよってことですよね。桂馬になって攻めてきた時にね。で同銀ならば6五桂とね、先手にも桂馬を使われましたけど自分の方も桂馬が使えると、これも後手が十分戦えます。ですので4五歩同歩、この時でですね、2五桂だけで、先手が良くなるという話ではなかったんですけれども、一応2五桂って手が私は気になったよと。で結果的には2五桂の方が良かったかもしれないですね。実戦は、7五歩とこう突いたんですけれども、同歩と自然に対応しまして5五歩に7六歩と、この手がぴったりの反発になったわけですね。でこれ角がねこの5四歩と取る一手前に先に角狙われてますから8八に引くしかないんですけども、8六歩と根元の角を狙いまして、これね同歩ですと
8七歩と打ってね、この8七歩と打ちまして、これがぴったりね角をいじめる手になります。実戦は8六歩に5四歩と取ったんだ、5三銀で引いたんですが、6五桂と飛んでね、これは居飛車穴熊ペースの中盤戦となりました。はい、では進みまして終盤のポイントですね。今4六歩に5六銀と角取りで出られたところです。ここはね、後手の方の駒は穴熊硬いですから後手がはっきりいいんですけど、次の手がねいい手で、今日取っても十分なんですけど、1三歩と外れされる手が残っているので、この瞬間にね、2五銀と取ったのは実戦的に一番いい手になりましたね。これに対して角を取れば馬を取っていいですし、同桂と取ると8攻めを攻めるにはね同桂にしたいんですけど、4七歩成がねめちゃめちゃ厳しい手で、これが王手飛車取りになるよって解説編で対局編の時に言ってた手ですね。なので2五銀と取った手に対して、馬を残すとは同馬なんですけれども、こう馬でね取らせてから9九角成と取るのが実戦的に非常に分かりやすい手順でして、穴熊というのはやっぱり8攻めをねされるのがやっぱり逆転につながるんですけど、ここに馬が来るとね攻めにくいんですよね。もう一応また突っ込んでもしょうがないですからね。これが結構はっきりした手になりましたかね。で実戦は角成ですね、2六馬と引いたんです。これではっきり得したのをお分かりいただけると思います。ここに桂馬来たいんですけれども、一手引くしかない。でさらに今取った香車を2四香と打つというね、先手からするとうんざりする手ですよね。桂馬飛ぶとまた同香同馬で馬がわずっちゃうので、2四香に対してね、2五銀というのが勝負手ですよね。これは同香ね、あくまで、ね、同桂って形を作りたい手なんですけど、これに対してね慌てて取らないのがコツですね。むしろ先手の方が取ってもらって同歩ならば桂馬が飛ばれないので、この2五銀を見て一転して4四桂と、今度はこちらの側面から攻めるというのが厳しいですね。で4四桂に対して7九歩と、先手頑張ったんですけれども、8九と取ってもね不満ないですが、これはスピードの問題でも5六桂と攻めてしまいまして、竜を取れば4八桂成で金銀持ってるとここに銀が落ちてますから、これはね詰み筋になります。寄り筋になります。なので、5六桂に先手は5六同金と取ったんですが、今度はね竜が6八竜と底歩を崩してて入れまして、で4六金と、取ったんですが、このね形も寄せ覚えてほしいですね。竜が王様と同じラインに入った場合には間にいる駒を5七銀と攻めるのが寄せの決め手ですね。もちろん同金とは取れないですし、こちらの金取りもありますから金を引いたんですが、4八銀成同金、この時にね、ここはいろいろあります。金打ちでもいいんですけども、4七歩と、叩くのが激痛の一手ですね。同金とは取れないので同玉だったんですが、4六歩ともう一発打ったところで、先手の方の投了となりました。これに対してね同玉ですと、これ馬が利いてるんで同玉なら竜を回れば合駒した時に金を打ってね馬がいるんでねぴったり詰みです。で、4六歩に対して玉を引けば金を持ってるんでね竜をバッサリ切るのがいいですね。同玉に金を打てばどこに王様が逃げても頭金までということで、いずれも即詰みということで投了になりました。はい、いかがだったでしょうか。藤井システムですよね。今回はもう何といっても相手の方の藤井システムに対して、いかにね穴熊に組み切るかと。藤井システムというのは居飛車穴熊にね、無防備で組んでくればもうどんどん攻め込んでね潰してしまうぞというね、怖い破壊力のある作戦なので、それに対してねどうやって組んでいくかということで、本局は角を早めに転換する指し方ですねをちょっと対策として用いました。うまくねこう局面が落ち着きまして、がっちりとした穴熊に組めたのでね、作戦としてはね成功したんではないかなと思っております。詳しく解説してありますので繰り返し見ていただければ嬉しいです。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。